こんにちは、写真家の井上博樹です。これまでこの写真表現ゼミでは魅力的に感じる被写体を見つけて、シャッターを切る時のシャッター速度や絞り、暗所での撮影など被写体を写し止めるための技術的なお話をすることが多くありました。今回のゼミでは構図の思考としてその魅力的な被写体をどのように画面の中に配置するかということを考えていきたいと思います。井上が写真を撮る時の構図としてどのようなことを考えているのかという観点からお話を進めていきましょう。井上の写真構図の思考は2段階あります。まず第1段階として日の丸構図や三分割法、あるいは対角線構図や対称構図、時に黄金比率を考えています。最も思考が多いものは三分割法です。選択する構図の方向性が見えてきたら、次の段階としてその構図を前提に被写体や背景となる絵柄の重みや方向を加味して微調整を図ります。ここでは必ずしも一般的な構図にバッチリと収める必要などないことに注意が必要です。では実際に作例を見ていきましょう。藪の中からよちよち歩きで顔を出したのは生まれたばかりの子狐でした。狐母さんと父さんが留守にしている間、他の兄弟たちと一緒に巣穴から出てきて周囲を探検しています。そんな様子を少し距離をとって撮影していたのですが、冒険心が強いこの子はどんどんと僕の方に向かってきてしまいます。400mm の単焦点レンズでは最短撮影距離を割ってしまいました。運よくもう一台持っていたカメラには 70-200mm のレンズがついていたので、こちらにそっと撮ることにしました。しかしながら、そうしている間にもこの子狐をよちよちとこちらに歩いて近づいてきてしまいます。そう、構図なんて考える暇なんてなかったんですね。ただ運よくまっすぐこちらに向かってきてくれたので、ドーンとね、真正面から撮ることができました。そう、構図で言えば子狐の頭部で構成される日の丸構図。春先の草の色が前ボケと背景ボケとなって子狐の顔の周りを覆ってくれています。なんだか印象的な雰囲気のポートレート子狐が撮れました。次はこの作例。このゼミでは何度もお見せしているポートレートキタキツネです。やや太っちょのキタキツネがほんの少し猫背になりながらこちらをじっと見ています。背景が真っ白になっているのは雪の山が彼の後ろにあるため。この時彼は横顔を見せるのでもなく、こちらを真正面でじっと見るので、僕としてもそう撮らざるを得ないし、こんなに端正に真正面から撮ることができるのは素敵だと思ってね、そうこれも日の丸構図で撮影をすることにしました。とはいえね、この写真の中心部に彼の頭部は完全にはまってないのは分かりますか？やや上にずれてますよね。これはやや太っちょで猫背になっている愛らしい冬毛の胴体の曲線も見せたかったんですね。でもよく見てみてください。彼の両目と鼻を結ぶこの三角地帯、しっかりと中央に収まっていますよね。なんとなく落ち着きがいいこの写真、彼の頭部という意味では日の丸構図からずれていても、ピントがあってパワーのあるこの両目、そして狐の大きな特徴といえる鼻が構成する三角地帯はしっかりと画面の中心部にあるという構図になっています。毎年子狐が生まれる巣穴からこの年も小さな子狐たちが出てきました。動物の撮影では絞りをできるだけ開放にして撮影するのが基本ですが、今回は3匹の子狐たちが出てきてしまったので、一段だけ絞ってより確実に3匹の子狐たちにピントが合うように保険をかけます。井上が構図の検討に用いる機会が最も多いのは三分割法。画角の長辺と短辺をそれぞれ3等分する線を引いて、その交視点に主役となる被写体を置きます。今回であれば被写体群、そう3匹の子狐たちが集まる部分に交視点のうちの一つを重ねるイメージです。この時朝日が画面の左手側から差し込んできました。また子狐たちの顔の向きも画面の左方向、彼らの顔が向いている方向、ここでは画面の左側に空間を作ってあげたいものです。また空も地面も画角の中にバランスよく入れておきたいもの。そこで4つある格子点のうちの右下の格子点に3匹の子狐たちを重ねて構図を作ることにして撮影をしています。紅葉する森の中であったキネズミことエゾリスはご機嫌でした。顔の真正面がこちらに向いているので日の丸構図にすることもできたのですが、この時は背景で玉ボケが大きくキラキラしていて、それも画角に入れたくなりました。
そこでこのリスの頭部を3分割法による格子点に重ねてシャッターを切ることにしています。正確なことを言えば3分割法による格子点の頭部の中心部、鼻があるところはほんの少しずれているのですが、これぐらいはご愛嬌と思っています。有名な構図をよりどころにして構図を作るのは、そうするのが落ち着きやすかったり一般的に見心地が良いとされているためであって、そういった構図に完璧に合わせること、それ自体が目的ではないんですね。大まかに一般的な構図を参照するという程度で検討すればよくて、最終的な見心地が良ければそれで良いということを忘れてはいけないと思います。こちらの作例、追いかけっこ、フォックスチェイスですね。見た瞬間にわかりますよね。追いかけっこをする狐のカップルの進行方向に空間が生まれるように、そして背景のピンク色の空が見えるように、3分割法による格子点の4つのうちから左下の格子点を選んで、そこに彼らの姿を重ねた構図にしています。雪の中、帯広空港にアプローチをしているボーイング737。白銀の世界の中で白樺とカラマツの暴風林のベルトが印象的です。ここで採用した構図はどのようなものだったのでしょう。なんとなく3分割法による構図作りのように見えますが、よく見ると飛行機の位置が格子点から右下にずれています。これには理由があって、まず飛行機の位置を3分割法の格子点よりもやや下の方に配置しているのは、飛行機を格子点上に配置してしまうと空が狭くなってしまうという問題があったためなんです。空の部分を広く見せたかったんですね。また飛行機の位置を3分割法による格子点よりも少し右にずらしていることについては、飛行機の進行方向である左側を開けたいという典型的な理由に加えて、地上近くを飛ぶ飛行機は速度を比較できる対象物となる地上の木々や構造物が近くに見えると、より高速度で動いているように見えることから、通常の3分割法の格子点よりもやや右側に飛行機を配置して、この飛行機の行き先の空間をより大きくしたいという意図があったためです。写真はある瞬間を切り取るものですが、その切り取られた瞬間が楽しいというのは、その瞬間の前後を想像することができるからということができます。だからこそ、その前後の瞬間の展開を想像しやすいように、あるいはその前後の瞬間を写真表現として見せたい方向へ想像してもらえるように構図を作ることが大切なのかなと思います。さあ、こちらも何度か皆様にお見せしてきたことのある作例です。厳しい寒さになった夜が明けて、朝日がタンチョウたちの眠る川に差し込み始めると、辺り一面は黄金色になりました。タンチョウたちが鳴き交わす声も聞こえてきます。こちらのシーンでの構造作りにはどのようなことが検討されていたのでしょうか。タンチョウたちの姿ではなく、ここでは霧氷している川岸の木々の形に注目をしています。画面を上下に2等分するような対称性が見えてくると思います。背景の中にこういった形を持ち込むことで、その写真が急に魅力を増すということがあることを覚えておきたいものです。桜と富士山、超広角の 12mm で煽り気味に撮影することで、両側から伸びる桜の迫力が増しています。おっと、これね、ヒント言っちゃいましたね。両側から伸びる桜。そうです。このカットは画面を左右に2等分するような対称性を持っていることに気づかれたと思います。なんとなく桜と富士山を同じ画角に入れて撮るだけではなくて、何らかの構図的な意図とともに撮ることで、同じ場所で撮影した写真であっても見心地がいい一枚に昇華することがあるのです。春から初夏へと季節が進もうとしている5月末になると、それまでいつも兄弟姉妹同士でくっついていたのに、急に一人で小さな大冒険を始める子が出てきます。棚田の土手を慎重かつ大胆に歩く子狐を、この作例ではどのような構図で表現しているのでしょうか。子狐が歩いている足元の地面のラインとその背景に注目すると、画面を上下に2等分するような対称性が見えてくることと思います。また子狐だけに注目をすれば、いわゆる3分割法による4つの格子点のうち右下の格子点に位置が重なっていることにも気づかれることと思います。つまりこの作例では、被写体という観点では3分割法による構図作りが、被写体がいる土地やその背景という観点では対称構図が用いられているという一般的な構図が超常的に利用されて構成されています。巣穴から半径10メートルほどの世界にいる子狐が、巣穴の外の世界に思いを馳せるように森を見上げています。中学生や高校生の頃の自身の心の中の姿に重なるような素敵な瞬間を捉えることができました。
この作例を構図という観点から見てみるといかがでしょうか。先ほどから何度となく出てきた三分割法による格子点と子狐の頭部が重なっていることには多くの皆様がお気づきになったことと思います。顔が向いている方向である右上の空間を空けるためにも左下の格子点に頭部の位置が調整されていたわけですね。またこんな観点でもこの写真を見ることができると思います。子狐の顔の向きだけでなく、その視線、そして木漏れ日が落ちてくる方向を意識してみましょう。この子狐の外の世界への気持ちと相まって、左下から右上への対角線をたどるベクトルがこの構図の中に込められているのです。単に三分割法による4つの格子点の1つに子狐の頭部を重ねただけではなく、子狐の視線や自身に重ねたイメージなど超常的に適応した構図であることに気づいていただけたら嬉しいです。こちらは湿地と原生林が並ぶ素敵なところ、緑と立ち枯れの木々が印象的です。この落ち着きのある構図、これはどのような構図とされるものなのでしょうか。人間の目には美しいと感じてしまう黄金の比率である黄金比が存在すると言われています。それが1対 1.618 という比率です。今回は湖の向こうに見える緑と立ち枯れの木々のベルトの部分を空、ベルト、湖、これをね 1.681 対1対 1.618 としてみたところ、落ち着きの良い雰囲気になったというわけなんですね。単純で分かりやすい三分割法とは少し異なる比率ですが、実はこちらの方が私たち人間がなんだかいいねと感じてきた比率だとも言われています。今回の動画で紹介してきた有名な構造をよりどころにすることで、落ち着きのある良い感じの配置になって、なんだか良い写真と言われるものになりやすいことは事実です。しかしながら、いつでもそうではないということを念頭に置いとかなければなりません。それが、例えばこのようなシーン。台風が温帯低気圧になって北海道に上陸しようとしている最中、丘のパトロールに出かけたキタキツネのシルエットです。キタキツネをこんなに小さくシルエットで写したって SNS は決して多くのいいねがつくものではないのですが、このポツンのね写真はそのような世界とは全く別世界にいます。この時僕が撮りたかったものはキタキツネのシルエットだけではなく、空間、世界観の大きさでした。その意味においては画面いっぱいに撮りたかったものが映っているということを理解いただけるかと思います。そう、決して小さく映っているのではないのです。こうすることでキタキツネの大きく孤高な感じが一層強調できているのかなと思います。また温帯低気圧の嵐がやってくる前の緊張感は原則として定着している安定のための構図には向かないことでしょう。実際このカットには様々な原則とされる構図は当てはまっていません。でも作品としては成立しています。写真の構図はその写真で表現したいもののためにあります。安定のための三分割法をはじめとした有名構図をいつでも目指すものではない。これを忘れないようにしましょう。写真の構図は写真表現の手段であって目的ではないのです。井上が写真を撮る時の構図についてどのようなことを考えているのかという観点から作例を見てきました。有名な構図にすることで写真の中に安定が図られるということだけでなく、写真の構図はその写真で表現をしたいもののためにあるということも理解いただけたのかなと思います。繰り返しになりますが、写真の構図は写真表現の手段であって目的ではないということを忘れずにいたいものです。このチャンネルでは次回も新たなテーマとともに写真表現の楽しさについてお話をしていきます。楽しかった、これからも知りたいという方はいいねを、そしてぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた。